はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、KZ ベータプロ 3DD モデルです。もっと早くレビューする予定がだいぶ遅くなっちゃったね。比較対象の全モデル、レーダーバランスドバージョンを買ったのはいいけど、到着が遅れたんだって。そう、以前レビューしたのはハイレゾリューションバージョンだったから、比較してもあまり意味ないじゃん。そっか、そうだね。なので、どっちも初めて聞いて、両方良かったけど、ベーダープロが特に良かったわ。今回の比較は、ベータバランスドバージョンと、ベータプロ HM グラフベースエンハンスドエディションになります。長いので、ここからは、ベータとベータプロと呼びます。余談だけど、ベータプロの HM グラフエディション、いわゆる低域重視型じゃない方は、チューニングスイッチがないんだ。低域重視型の方が売れてるからじゃないかしら。そうなんだろうね。新旧モデルで外観の違いもちょっとあるね。そう、重さもちょっと違うけど、装着感に影響はないわ。音漏れの心配もほぼないわね。なるほど。価格は4000円台だけど、安いショップだと3000円台だね。3000円台でこの音質は、なかなかすごいんじゃないかと思うよ。ベーダープロのこの画像を見ていて、以前は口径 8mm の DD が3機だったけど、今回は手前の1機が少し大きく見えたんで、KZ さんに確認したんだ。で、手前が 10mm、奥が 8mm という回答だったよ。そうなんだ。手前の 10mm が広域用なんだね。配置的に手前が低域用で、奥が広域用だと広域が薄漏れちゃいそうだもんね。そうだね。実際聞いてみて、チューニング以外での質感の違いは最初から感じていたんだけど、ドライバーを一部変えてるって分かって納得。バンドルイヤーチップ2種の波形比較です。一つはメモリーフォームで、この辺りのピークが少しマイルドになる代わりに、それより上がバンドル1より出るんですね。メモリーフォームで測定すると、だいたいこんな感じになるね。今回、KZ-LS01 っていうイヤーチップも送ってもらってたんで、これも測定してみた。白の波形ね。中広域から広域が少しマイルドになるようで、自分で測ってみた結果も、だいたいそんな感じかな。LS01 の LS は、リキッドシリコンの略なんだろうね。傘の部分がすごく薄くて、ふにゃふにゃな感じなのがちょっと不安だったけど、装着してみると、耳への負担が少ない感じで、なかなか良かった。ただ、好き嫌いは分かれそうだね。なるほど。気になる人は、買ってみてもいいんじゃないかな。最後はいつものリバイナスベルベットですね。バンドル1とほぼ同じカーブですから、これで音収録したんですよね。そう、波形がバンドルイヤーチップとかけ離れていなければ、使い慣れたものを使いたいんでね。ベーダープロのチューニングスイッチは、レーダーと同じ役割で、上の通り。左のグラフ、低域が2ステップでブースト。これは割と軽め。右のグラフは、広い帯域で中低域以上に影響のある2ステップのブースト。右ではレベルも多少上がるんで、適度に調整して聞いてね。次は、ベーダーとベーダープロのスイッチオールオフの比較です。似てはいますが、ベーダープロはやや低域を絞る代わりに、低中域から5キロくらいまでを出し気味にしていますかね。そう、聞き比べても、ベーダープロの方が全体的に締まった質感だったよ。次はスイッチオンの各パターンの比較。パターンはほぼ一緒だね。一本ラインを引いた方が分かりやすいかな。波形もパターンも似てはいるけど、実際聞いてみると結構違いがあったんだって。サウンドチェックで違いが分かるかどうか、ちょっと不安だけどね。音調整の基準は、レーダーバランスドバージョンスイッチオールオフ。これ持ってる人は、これで聞けばプロとの違いが分かりやすいんじゃないかな。オッケー。じゃあ早速聞いてみよう。音量上がるよ。気をつけて。
チェックでした。2つの違いがちょっと分かりにくかったかな。4曲すべてにおいてベーターの低域の重みっていうのは分かりました。波形の差の通りですけど、ベータープロはやや軽く硬質な感じでしたかね。そう、そこは聞いていただいた皆さんもすぐ分かったと思う。この時点で低域のより重いベーターの方が好きっていう人もいらっしゃるでしょうね。中高域以上の差がまあまあ分かったのは3曲目、4曲目だったんじゃない？そうだね。実機だともっと違いがはっきり分かるんだけど、収録音だとこんなもんかな。じゃあ実機の印象を教えてもらった方が良さそうだね。そうしよう。ベーダープロ、どちらも良かったんだけど、ベーダープロの特徴は低域の量感がありつつ硬質。中高域以上がシャープになった結果、高低ともにクリアさが上がったように思う。低域をしっかり出して、中高域以上もそれに負けず、しかも無理してる感じもなく、しっかり出ていて、高い質感という印象。もともとベーダープロの方が少し音量が大きめに出るんだけど、そういう差ではなく、エネルギッシュなサウンドという表現が合いそうなんだよな。今まであまり使ってこなかった表現ですね。確かに、最近あるメーカーさんから開発中のモデルを送ってもらって波形測定して聞いてみて感想を伝えるということがあったんだけど、その時聞いたモデルもエネルギッシュで聞いててワクワクしたんだ。そのモデルはワンプレイナーモデルだったんだけど、ベーダープロはそれに近い印象だったね。そっか、ベーダープロ気に入ったってことだよね。他のセッティングでも聞いてみた？全てではないけど、ボーカルを前に出したければスイッチ0010が良かったな。元からボーカルはしっかり聴けるんだけど、0010でよりクリアに出てくる。あとは低域があまり強くないアルバムにスイッチ1100とかで低域を持ち上げるのもいいね。ベーダープロは低域の輪郭がはっきりしていて、スイッチ使わなくても自分にはいいバランスだと思うんだけど、曲のミックスの状態によっては調整したくなる。そんな時、元のバランスがいいと調整もしやすいんだよ。なるほど。低域結構出てますけど、このバランスが気に入ったということは、ジャックさん、音の好みの傾向が変わってきてるみたいですね。ところで空間系はどうですか？そうだな。エネルギッシュになる分、少し音の隙間が埋まるんで、犠牲になっている部分はあるかな。バラードでも力強い感はあるしな。まあ、全方位好きなしなんてモデルはないし、3000円台ぐらいから買えるんでしょ？ビギナーの人が最初にこれ買ったら当分困らないだろうし、その次に買うモデルが1万円以上するものじゃないと満足できなくなるかもね。それと、一つ前のベーダーには低域の重みがベーダープロよりあるから、両方持っていてもいいと思うわ。確かにそうですね。まず、ベーダープロを買っておきます。はい。ということで、KZ の 3DD モデル、ベーダープロ HM グラフ、ベースエンハンスドエディションのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。